も、エニアクラフトデッキを組んで遊んでいる投稿者です。本来はリバースカードを活かしたいという目的で、エニアクラフトに興味持ちました。具体的には EM もモンカーベットを有効活用したいのですが、それはまだギミック思いついてないです。とりあえず準構築に近い形にし、ルンチャスや超融合などの汎用カードを入れてみました。エクストラは墓地に落として楽しいカードと超融合用のカードだらけです。この辺りは環境に合わせてみるのが楽しそうですね。罠はダルマカルマや群雄割拠、ドミナスなど機械族で光地で統一されているエニアクラフトに合わせた罠をダルマは再度裏守備にするためにも使えます。召喚剣は下級エニアクラフトのセット用かラーダまで使いたいですね。今回は2回分のうまく回ったリクレイトとなかなか苦戦したリクレイをどうぞ。割とエニアクラフトは回すのに時間かかるので動画の尺がね。まずは下級のエニアクラフトでサーチ2回。下級が足りなかったので1回目のサーチで下級サーチ。フィールドカードでベンデュラムゾーンの下級を手札に戻し、別の下級でサーチ。その後リバースでマリガン。あとは効果でできれば上級や罠などをセットして構えるのが基本の流れになるのかなと思います。これを踏まえて割と時間がかかったピュレルをどうぞ。変な手札誘発が飛んできても耐えられるように上級エニアクラフトを出して今回は開始。リバースでマリガンします。下級エニアクラフトばかりでしたが場に裏守備で出してダルマをセットしてターンエンド。相手は K9 で初動。手札から動き出したのでオルディアが起動します。K9 なら墓地から出てくる子がいるので墓地効果に反応するオクニリアをサーチしておきます。ダルマも起動。K9 は1つはオルディアで破壊しますが1つ余るので裏返しておきます。であるとメディアが手札から効果発動してきますのでクロマリアでサーチとモンスター効果無効を狙います。特殊召喚のタイミングを狙ってリバースでオクニリアをセット。ガルとメディアにも墓地効果があるカードあるのであるとメディアカードの種類が3種類並ぶと効果を持つカードとかあるし、ダルマで裏返しておきます。ここはアークテイルをサーチしました。ディアフトロス出てきましたが、ちょうどトロマリアが起動したタイミングだったので無効化。墓地のカードの効果は無効化できませんが、とりあえず墓地のモンスターカードはデッキに戻しておきます。ネルバコーリン、やっぱりあのフィールドカードを破壊か無効化せねば。こっちのフィールドカードを割られてバーン効果を防がれます。やはりアークテイルは早めに出しておくべきだった。アトリマールを出して相手の上級モンスターを底なし沼に落とします。リセットで永続魔法とフィールド魔法を無効化。ここでデッキ圧縮のためにルンチャスでフィールド魔法を割ったのですがミスだったかな。次のターンのためにアトリマール出しておきます。
これで次の自分のターンにアトリマールとアークテイルをリバースすればバーンで勝てるはず。フィールド魔法張り替えられた。これは割るべきじゃなかったな。効果無効で放置すべきだった。でもまあこの状況になったら破壊するしかないな。アルとメギアが場に並ぶとろくなことがないので超融合で吸います。さてこれでほぼ勝ち確定なのですがでかいミスをします。まずはアークテイルを手札に戻したこと。戻さなければバーン効果が残っていた。ガーディアンキマイラを想定していなかったのも融合デッキ相手にはミスです。はい。ガーディアンキマイラでフィールド魔法が割られます。下級レニアクラフトで残りライフを削ってリセットをサーチします。墓地からフィールド魔法を拾って張り替える魔法カードです。ここででかいミス。フィールド魔法カードの効果を5発動してペンデュラムゾーンのエニアクラフトを手札に戻してしまいます。カウンターが足りなくてバーンが足りませんでした。このミスが大きく響いてきます。相手に削りきれる火力はない。フィールド魔法を破壊する効果はアークテイルが守る。ノンフィニートによるフィールド魔法張り替えはエクサパフィシアで破壊。これで勝ったと思ったらまさかのリトルナイト。フィールド魔法は墓地にあと1枚、リセットはデッキに1枚、ライフは1700。ライフ900払って3分の1の確率勝負じゃー。対戦ありがとうございました。まだまだミスが多く私の気づいていないミスも多いかと思います。もしよろしければコメントなどで指摘いただけると幸いです。それでは次の配信で会いましょう。またね。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次の動画で会いましょう。また見てくださいね。